こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。30代、ニームさんからの質問です。斉藤直樹先生、こんにちは。ニームと申します。いつもためになる動画や講座をありがとうございます。私は今、AI の絵ではないかと疑われて困っています。正確には、背景を AI で作っていると言われています。背景は AI ではなく、素材や写真の加工であったり、ブラシや素材の模様を駆使して描いたのですが、そのように疑われてしまったことにひどくショックを受けています。今後は背景を描かない方針でいこうと心に決めたのですが、やはり気になってしまいます。私はどうすればよかったのでしょうか。こちらに例の絵を公開しています。斉藤直樹先生から見て、この絵がどのように見えるのか教えていただけるとありがたいです。また、背景を描く上で注意点があればご教授いただければ幸いです。よろしくお願いします。とのことです。はい、ということで、質問文にイラストが貼ってあったので、表示させていただきます。はい、こちらのイラストですね。人物は自分の手で描いて、で、背景は AI は使わずに、写真の加工や素材、それとブラシを使って描いたということですね。で、そうした絵を公開した結果、この背景 AI じゃねと多くの人に疑われてしまった。で、疑われるのが嫌なので、今後は背景を描くのをやめると決めたっていうわけですね。はい。わかりました。ですね、まず先に結論言っちゃいます。これはですね、あくまでこれ理想の話なので、今すぐそうなれるのかって言ったら、これはね、難しい話になるんですが、あくまで最終的な理想系の話として聞いてください。表現者は AI を使ったかどうかで価値が上がり下がりする状態を脱しなければいけないと僕は思っています。はい。ニームさんが仮に、いわゆるね、強いクリエイターだとしたら、これはですね、AI を使ったかどうかなんて、評価にこれっぽっちも影響しないはずなんですよね。AI についてはですね、いろいろ言われてしまっているので、混乱している人も多いと思うんですが、つまるところ、絵にとっての AI は、ただのね、道具です。なのでね、たとえこの絵は AI を使っているって指摘されて、でね、もう実際に AI 使っていたとしても、だから何使ってますけどって話で終わりだと思うんですよ。最終的には。もちろんね、著作権的にクリーンかどうかについての議論は、また別問題として切り分ける必要があると思うので、それはまた別の話として置いておいてください。それはそれとして、単純にね、AI を使おうが、素材を使おうが、写真を使おうが、最終的にその絵が見る人を引きつけられるかどうかっていうのは、そのね、素材云々の問題ではなく、表現者自身の力量の問題だと僕は捉えているんです。なのでね、ちょっとこれは厳しい意見かもしれませんが、結構ね、はっきりと言っちゃいますと、ニームさんはね、この背景 AI じゃねって言われて背景を描かないという判断をしました。そしてね、実際にそれ以降背景を描かずに、人物だけの絵を描くようになっているんですが、それでですね、絵の魅力って上がったと思いますか？いや、僕から見たらですね、そのことが原因で別に絵の魅力が上がっているようには思いません。なぜかって言ったら、AI 判定されたから、ニームさんの絵の魅力が下がったわけではなく、ただ単にそれが今のニームさんの実力だったっていうだけの話なんですよ。はい。ごめんなさいね。これ結構厳しいこと言ってますよね。でもね、ちょっとこれだけはぼやかして伝えてしまうと、多分ね、何も伝わらないと思うので、僕からしたらね、結構厳しめに伝えていると思います。で、じゃあ逆にですね、仮に何らかの方法でニームさんの絵が、AI はもうね、全然使っていなくて、ニームさんがおっしゃるように、全ての工程が手書きか、著作権的にクリーンな写真、クリーンな素材、クリーンなブラシだけを使って描いていることが分かったとしましょう。はい。だからって何ですか？ただね、それだけの話です。制作方法がクリーンだからといって、そのことがニームさんの絵の魅力に何らかの魅力をプラスできるのかって言ったら、これね、別にそんなことありません。ニームさんの今の問題は、これね、実は AI 問題とそんなに関係ないんですよ。お前の絵は AI を使っているという指摘を受けたことによって理不尽に自分の絵の魅力を下げられているとニームさん自身が勘違いしていることにあります。それはね、 AI を使っていると指摘されたことが原因なのではなくて、元からね、そのぐらいの実力なんです。そのことを自分では受け入れられていないことが問題の根本です。そしてね、その問題の解決方法として、背景をね、描かないっていう解決方法を取りましたが、要するにね、AI を使っていないことを証明することで解決しようとしていますよね。それがね、おそらく間違いです。例えばね、ニームさんは背景を描いた絵についても、自分の絵に AI が使われていない証明に、その絵のラフを公開することで証明しようとしていましたよね。それでもね、背景を描くのをやめたっていうことは、おそらくそれでも疑われ続けたっていうことだと思うんですが、
これね、完全に疑いを払拭するなら、もう背景も人物も含めた全工程を、もうノーカットで、生放送で絵を描いている過程全部公開してしまえば、これね、いいと思うんですよ。だってそうしたらどこも疑う余地なくないですか？もう AI と疑われることで、自分の絵の価値が下げられていると思うのであれば、もう背景描くのやめるとかね、そういう前に、まずこれを試してみてください。もう別にね、素材とか写真使うなとは言いません。もう使ってもいいんで、このサイトにあるこの写真使います。これ自分で撮ってきたのでこれ使いますってね、こう公開しながら、これね、この写真こうやって合成するともう全く不自然じゃなくなるんですよ。すごいでしょとか言いながら、配信にね、もう全部乗っけちゃうんですよ。完全に一発で疑いを晴らすことができると思いますよ。さっきね、この証明の方法は間違いって言いましたが、でもね、この配信自体が面白ければ、この配信でニームさんの絵の魅力が多くの人に伝わる可能性は大いにあると思います。はい。ただですね、実際にどうかっていうと、僕はですね、AI を使っていないことを証明するだけでは、絵の魅力が上がるわけでも、多くの人に魅力を伝えられるわけでもないと思っています。じゃあ何がニームさんの絵の魅力を引き上げてくれるのかっていうと、僕はですね、ナラティブだと思っています。はい。ナラティブっていうのは、簡単に言うとですね、自分の経験や視点を語ることを言います。自分はこういうところにめちゃくちゃこだわっている。だからこういう絵を描き続けているんだ。自分はこういう経験が過去にあるから、こういう表現を通じてみんなに語り続けていきたい。そういったこだわりがですね、絵に染み出してくることで、その人独自の視点が絵に加わって、絵の魅力がアップするものだと僕は思っています。じゃあどうすればナラティブを持つことができるのか、完全にでっち上げでいいのかって言ったらそれはね、違います。ナラティブを発見するにはですね、自分自身をもうどんどん掘り下げていくことが必要なんです。僕はなんで絵を描くようになったんだろう。なんで僕はこんなにしつこく気持ち悪いモンスターを描き続けているんだろう。なんで僕はこんな垂れ目の女の子だけに惹かれてしまうんだろうって考えながらですね、こう徐々に自分を掘り下げていくんです。あれ？釣り目の女の子じゃなくて、垂れ目の女の子だけに惹かれてしまうのは、これもしかしたら包容力があるような目線でこう見つめられることによって、なんか自分自身が許されたような感じがしちゃうからじゃないだろうか。よし、僕は釣り目の魅力は全然わかんないけど、垂れ目の魅力だったらもうめちゃくちゃ理解できる。それに結構垂れ目のバリエーションも描けるぞ。よし、じゃあ僕は垂れ目にこだわって垂れ目の絵を描きまくろう。そんな風に自分の過去と表現を結びつける作業、それがナラティブを発見することにつながると思います。でね、もしかしたらニームさんはこれを聞いていて、自分にはそんなのないな、特殊な経験なんてないよって思ったかもしれませんが、いいえ、全ての人は自分自身を掘り下げてみればですね、自分独自の何かがあるはずなんです。もう自分自身にとってはね、当たり前すぎるから発見しづらいだけなんです。自分自身のね、ナラティブを発見できれば、ニームさん自身、こだわりがね、すごく明確になり、絵の魅力としてダイレクトにイラストに反映できるようになる手助けになると思います。ニームさんは心の底から何が好きですか？それはどんな経験によるものですか？その時何を思ったんですか？何が欲しいと思ったんですか？自分自身にね、偽りなく過去を掘り下げるのって結構ね、恥ずかしい作業ですし、結構怖いです。誰に対して開示するわけでもないんですけどね、おそらく自分自身で記憶に蓋をしていたり、無意識下に沈めてしまっていることって結構多いと思うので、人によっては発見するのがすごく難しかったりすると思いますが、その分得られるものはたくさんあると思いますので、一人きりになった時にでもね、ノートに自分のことを書き綴りながら自分自身を掘り下げていってみてください。それがイラストの成長につながると思います。諦めないで応援しています。はい、次の質問です。10代、ゆうとさんからの質問です。初めて質問します。よろしくお願いします。私は幼い頃、4年間アメリカで育ち、今日本で暮らしています。よく周りから外国人の絵みたいって言われることが非常に多いです。多分アメリカに4年間もいたから、それが私の絵柄に影響したのだろうと思いますが、そこまでというほど外国人の絵に似ていると言われます。アドバイスを聞きに行くと、わからないと言われてしまうので、ますます悩んでしまいます。どうすれば日本人の絵柄に似せることができますか？何かありましたらぜひ教えてください。とのことです。そうですね。僕がこの方に何かアドバイスするとしたら、まずは一旦日本人らしい絵柄というものを研究してみてください。多分ね、色使いとか、あとはね、もう顔のバランス
とかなのかもしれませんね。実際にね、ちょっと絵を見ていないのでよくわかりませんが、その2つが原因である可能性は高いと思います。で、その上でですね、日本人らしい絵柄というものを考えた上で、自分の絵から日本人らしさを取り除いてみてください。っていうことがアドバイスでしょうか。はい。なぜこんなアドバイスをしたのかっていうと、日本人の絵に似せる必要がありますかっていうことです。僕はですね、特にないように思います。もちろんね、ゆうとさんが日本的な絵柄に憧れを持っていて、それを心から表現したいっていう場合には、それを目指しても全然いいと思うんですが、別にね、そういうわけではなくて、他人から冷やかされるから日本人的な絵柄に寄せたいみたいな動機だとしたら、なんて言えばいいのかな。ちょっとね、もったいないような気がします。っていうのもね、さっきの質問者さんの話に寄せて言えば、それがね、ゆうとさんのナラティブ、独自性につながっている可能性がかなり高いと思うからです。ゆうとさんはアメリカで4年間過ごして、おそらくここで独自の感覚を育んでらっしゃったんだと思うんですよね。そこで育まれたものが、おそらくゆうとさんが欲しいもの、ゆうとさんが表現したいことにつながっている可能性があります。はい。でね、なんでさっきから僕が自分を掘り下げろ、自分の独自性に目を向けろって口を酸っぱくして言ってるのかっていうと、そうじゃないとですね、良さって表現できないからなんですよ。昔ですね、僕の絵の予備校の講師に王さんっていう人がいたんですよ。この人ね、話も面白いし、絵も上手いし、すごくね、尊敬している人なんですが、一点だけね、僕ちょっと、この人勘違いしてんなって思ったことがあったんです。ある日ですね、僕が好きな機動戦艦なでしこっていうアニメの、A4 版ぐらいのポスターをノートに挟んでね、持って歩いてたんです。なんで持って歩いてたのか、ちょっと忘れちゃったんですが、なんかノートに挟んでね、持って歩いてたんですよね。多分ね、好きだったから持ち歩きたかったとか、そういうあれだと思います。で、そのアニメの中でも、僕はね、星野瑠璃っていうキャラがすごく好きだったんですが、そのポスターをね、王さんに見られて、で、王さん、自信たっぷりにね、こういうわけですよ。俺はこのキャラ全然知らないけど、でもデッサン力あるから完璧に描けるよ。もうね、デッサン力さえあれば、そのキャラのことなんてもう全然知らなくても、デッサン的に整えていきさえすれば、全く同じように描けるんだよ。デッサンって大事なんだよ、直樹。ってね、言うんですよ。多分ね、デッサンの大事さを伝えるためっていうのはね、すごくわかります。わかるんですが、ちょっとね、ムッとしたんですよね。いや、もう一度言いますよ。王さんは僕がすごく尊敬している人です。なので、割と何言われてもはいはい聞く相手なんですが、こればっかりはちょっとね、なわけあるか。ルリルリのこと何にも知らないで、このキャラの可愛さ表現できるわけあるか。ほんとバカばっかって思いましたよ。でもね、さすがに先生なので、そこまではね、口に出さずに、ちょっとね、震える声でね、じゃあ書いてみてくださいよってリクエストしました。そしたらね、もうさすが予備校の先生。もうさらさらとね、寸分たかわずに、星野瑠璃描き上げるわけですよ。でもね、出来上がった絵を見て思いました。デッサンは確かに整っていて、似てるんだけど、でもなんだろう、この微妙な、これじゃない感。そうなんですよ。確かに、デッサン的に整合性を整えていったら、形をそれっぽく似せて描くことって全然できるんですが、でもね、なんか違うんです。なんか違うっていうのは、もっと具体的に言うと、形はね、確かに似てるんだけど、僕が星野瑠璃に感じている良さだけがね、すっぽり抜け落ちてしまっているような、なんかそういう抜け殻だけを見せられた感じがしたんですよね。それが見た時になんか違うって思わせられた原因だと思います。悪い例に使ってしまってすいません。尊敬しています。でね、僕がさっきからナラティブが大事、自分の感覚を掘り下げるのが大事、自分の独自性が大事って言ってるのは、まさにね、こういうことがあるからなんです。自分の感覚が伴っていない絵って、たとえね、どんなに上手でも良さを伝えることはできないんですよ。たとえね、ゆうとさんの絵がすごく上手くなって、日本人的な絵を上手に描けるようになったとしてもですね、そこにゆうとさんの、めっちゃ好きっていう感覚が伴っていないと、どこかね、表面を上滑りしたような、表面をなぞったようなね、抜け殻のような絵になってしまいがちです。何よりも、ゆうとさん自身がおそらくね、描いていて楽しくないと思うんですよ。なので、僕から言えることは、ご自身のね、出自に自信を持って、自分
分の独自性を大事にしてみてください。で、その上で、日本人的な絵ってどういう絵なんだろうかって研究してみて、そのね、原因を洗い出してみること。これはね、自分を照らし出してみるには、すごくね、役に立つと思います。一旦ね、日本人的な絵を研究してみることで、なるほど。だから僕の絵は日本人的じゃないって言われるのかってね、気づくことがたくさんあると思うんです。で、それを発見したらですね、もう確信犯的に、その発見した日本人らしさ、ポイってね、捨ててみてください。それが、ゆうとさんの表現をさらに前に進めるための足がかりになると思います。頑張ってください。応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？絵ってね、無意識に描いていると、ただなんとなく引いた線の集まりみたいに見えるかもしれませんが、意外とね、深いところまで考え抜かれたものだったりして、とてもね、面白いです。例えば、こちらの動画。初心者必見。知ってる？デフォルメのやり方は3つあります。では、普段何気なく描いている目の描き方について、ちょっとね、目頭の部分が少しこう、線が飛び出ているデフォルメ表現があるんですけど、このサムネのこの部分ですね。ここってなんでこう描くの？実はこういう理由があるんだよ。と、意外に深い理由を解説しております。デフォルメの考え方についても詳しくお伝えしていますね。興味がある方は、こちらも合わせてチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。